はようグル。
寒くなってきたけん FF ヒーター入れる。あ、まだ入れてなかった。うん。よし、来た。旅先でグルちゃんの映像見ると癒されるだろうん、癒される。ダイソーネズミボロボロだよね。鈴のやつ。う。噛んでる。かじってる。多分ね、明日ダイソー行くから、あったら買ってくる。ちょっと切るわ。はーい。じゃあねー。バイバーイ。さっきは車内温度10度ぐらいだったかな。ちょっとずつ気温上がってきてますね。スープが絶品。熱い。バッテリー 100%。我々が提示した問題なんです。たった半日であなたが解いたんですか？いえいえ、私は回答者じゃありません。
うわ出てきた。湿度 32% だね。もう一回押すとなんか別のモード。これが完結モードってやつか。これまた長押しで、ああ、なるほど。さっきね 40% に一瞬なってたんですよね。あ、39。穏やかではあるけど効果あり。こぼれない、本当にこぼれない。
昨日の夜水をこの上にいっぱいいっぱいまで入れたんだけど、ちょっと減ってきてますね。なんかこれ充電式なんですけど、充電は家でやってきて満杯まで充電してきた。どのぐらい持つのかっていうのも気になりますね。湿度はやっぱりどうしても下がってきてはいますけど、30% 台にね結構いつもは行っちゃって、30% 台で落ち着いて 20% 台まで下がっちゃうこととかもあるんだけど、40% 台、50弱ぐらい。
ダルトン準決勝の地で今年に入って3度目です。昨日付の書簡では埼玉県八潮市と陥没県は今日午後一部地域に水のシーマ間で揺れるパナマはどのような選択をするのか。パナマは2010ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。今回もスーパーサンクスをいただきました。皆様ありがとうございます。いただいたものはグルのご飯やおやつ、おもちゃなどに大切に使わせていただきます。前回の動画にいただいたコメント紹介していきます。東北人さん、お二人の動画いつも楽しみに見てます。海子さん意外にそそっかしいのかな。加湿器の件、タッパーにスポンジまたはおしぼり、タオルを入れて水を適量含ませて簡易加湿器仮で様子見してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。なるほど、加湿器もう買っちゃったんですけど、本当この方法ならすぐ試せますね。加湿器買おうかなって迷ってる方はこれいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。空海さん、冬の車中泊グッズとても参考になりました。私は釣りに行く際前日に前乗りするんですが、この1月2月の寒い時期の車中泊対策を考えていました。いつもありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。車中泊の時ももちろんですけど、その釣りやってる時もすごく寒くないですか。釣りって結構一箇所にこう留まってるじゃないですか。どんどん体冷えてきますよね。いや本当この時期に釣りをする方は本物だなと思います。ありがとうございます。熊本の秀坊さん、炊飯器の同時調理ってすごい、手間も器具も省けてナイスですね。今年の寒波は熊本でも最低気温はマイナス6度ぐらいになりましたよ。大変寒かったです。動画のとことそぎゃん変わらんくらい明け方は冷え込みましたよ。はい、ありがとうございます。マイナス6度ですか。熊本でマイナス6度ってあんまりないですよね。それはかなり寒いですね。もうそろそろ暖かくなってくるかなっていう時期ですよね。でも春といえば暖かくなって嬉しいんですけど、花粉という問題もあるわけじゃないですか。私はまだ花粉感じてないんですけど、皆さんどうですか。ありがとうございます。新見さん、いつもありがとうございます。女性一人で遠くまで車中泊旅、本当に好きじゃないとできないですね。海子さんは達夫さんみたいにスキーをされないのですか。九州ではなかなかできないかな。九州にスキー場があるか知りませんが、お二人は一人の時間を大切にしているように見えますが、逆にそれが夫婦円満の秘訣ですか。 PSコメント紹介で大分にスキー場があるのが分かりました。ありがとうございます。ウィンタースポーツですね。ウィンタースポーツ、以前スノーボードをしたことがあるんですが、あんまり好きじゃなかったというか、ちょっとハマらなかったんですよね。それでなんかウィンタースポーツはちょっと足が向かないなっていう感じです。そうですね。達夫とは別行動することもありますけど、帰ってから土産話がまだ楽しいというか、あの場所どうだったよとか、あと車中泊する中での気づきとかですね、これはこうした方がいいねとかっていう話をして、じゃあ2人で旅する時はこうしてみようとかっていう風につながっていくので、一人旅も結局2人旅につながるなっていうのを最近よく思います。九州のスキー場、コメントにも出てた大分の九十のスキー場とコロナで閉業したらしいんですけど、佐賀の天山も有名だったかな。けどやっぱ少ないですよね。雪国の方に行くとほんとそこかしこにスキー場があるので、やっぱり九州の人間からすると別世界っていう感じです。ありがとうございます。草野和也さん、こんばんは。久しぶりにコメントいたします。少し体調を崩し入院生活してました。体調が復調し、海子さんや達夫さんの動画を視聴できるようになり嬉しい毎日です。変わらない海子さんや達夫さんが見れてよかったです。引き続き健康に気をつけて頑張ってくださいね。私も趣味の渓流釣りや家庭菜園再開できるようにします。海子達夫の一ファンより。お久しぶりです。入院されてたってことでちょっとびっくりしたんですが、回復してきたっていうことで、渓流釣りも家庭菜園もいいですね。まだまだ寒い日もあるかと思うので、私も気をつけます。草野さんもお大事になさって
ってください。紹介した以外にもたくさんのコメントをいただきました。皆様ありがとうございました。今回の動画はここまでです。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。